動画を見てくださりありがとうございます。突然ですが、私は片付けや掃除がすごく苦手なタイプです。今回はそんな私でもできた楽ちんで負担がなく、そしてインテリアも楽しめるような片付けアイデアを4つご紹介したいと思います。最後まで楽しんでいただけたら幸いです。物を片付けるといっても全部のものを隠してしまうのがいいというわけではないと個人的には考えています。全部を隠してしまうと部屋が殺風景になって少し味気ない部屋になってしまうこともあるんじゃないかなと思っています。例えばお気に入りの本や器、あとは香りのアイテムなど自分が見ていて心地いいなっていうものはもうあえて見せてしまうっていうことで自分の気持ちも高まるんじゃないかなと感じています。例えばこちらのリビングスペースなんですけれども、本をですねあえて並べて見せられるようなテーブルをセレクトしています。こちらは地元のインテリアショップで購入したものになっておりまして、ブランド名がちょっとわからなかったんですけれども、私が好きなアルモニアというインテリアショップにも似たような商品が販売されていました。でリビングスペースではお香を楽しむことも多くって、見える場所にこういった感じでお香を収納していくことでリラックスタイム時に煩わしさを感じずに使用することができます。そしてこちらはベッドサイドスペースになるんですけれども、こんな感じで並べているだけで素敵なアイテムを意識的に選んでいます。ベッドサイドのアイテムは特にですね、寝る前にさっと使用したいハンドクリームだったりとか、あとはルームスプレーを置いているので、収納しない前提でもうただ並べておくだけで素敵だなっていう風に思えるものを意識するようにしています。こちらは洗面所スペースになるんですけれども、こういった感じで見える場所に並べても素敵に見えるアイテムっていうのを意識的に買うようにするということも大切なんじゃないかなと思っています。実際に買い物をする際には、まずデザインが素敵かどうかとか、今あるインテリアにマッチするかどうかっていったこともよく考えることで、たとえ物が隠れていなくても収納されていなくても散らかって見えないと思いますし、あとは収納ケースに入れるよりも片付けすること自体がとっても楽になりますし、使うこともすごく楽になります。物を増やしたら収納するではなくて、飾る感覚で選んでみるっていうことで暮らしの満足度も上がるんじゃないかなと思っています。続いては収納の中でも使わない時に小さくできるものを選ぶということです。例えばなんですけれども、季節ごとに使う家電だったりとか、あとは旅行用品、そういったものって意外と場所を取るものが多いんじゃないかなと思います。そこで最近取り入れてよかったなと思っているのがこちらの折りたためるスーツケースになります。こちらはですね、ジョーイングというスーツケースになっておりまして、で特徴としましては大容量でありながら折りたたんでコンパクトに収納ができるとっても優れものなアイテムです。普段はしっかりとしたキャリーとして使えるのに、使わない時に関してはもう数秒でペタンと折りたためて、ちょっとした隙間のスペースにもすっきり収納ができます。本当にですね、この見た通りですね、見た目も本当にシンプルでお部屋の雰囲気を壊さないっていうところも嬉しいポイントかなと思っています。私は最初にこのスーツケースを見た時に本当にですね、質感がマットな上質な素材感ですごく惹かれました。そして折りたためることができる代わりに、チープなデザインというわけではなくて、しっかりですね鍵もついていますし、あと高級感のあるデザインを兼ね備えているっていうところがすごく特徴として現れているし、そこが私のお気に入りのポイントになっています。こういった感じで旅行している時のことだけではなくて、旅行を終えてしまう時のことまでデザインされているアイテムは暮らしを整える上でとっても大切なんじゃないかなというふうに感じています。
そして折りたたむ部分ですね、防水性が大丈夫かなっていうふうに心配されているかもしれないんですけれども、高品質の防水素材が使用されていまして、で通常の使用であれば防水効果は十分に発揮されるということです。実際にちょっと私も大丈夫かなということで不安になって水をかけてみたんですけれども、こんな感じでしっかりと水を弾いてくれましたので、もう旅行中も安心して使えるなっていうふうに実感しました。そして耐久性に関してなんですけれども、こちらはですね、転落テストだったりとか、あと表面素材テストなど多岐にわたる品質テストを実施していて、で折りたたみ可能な素材の部分に関しては特に耐摩耗性に優れたものが採用されているということです。またキャスターなんですけれども、こちらは360度回転して小回りが効きますのでスムーズな操作が可能です。実際ですね、私は数年前にお手頃価格で購入したスーツケースで、キャスターの性能があんまり高くないものを買ってしまって、で旅行の時に移動がとっても大変だったっていう経験をしたことがあります。対してこちらのジョーイングのスーツケースは実際に移動させたところ本当にスムーズに動いてくれたので、快適に旅を楽しめるんじゃないかなというふうに感じました。また気になる収納量なんですけれども、こちらのスーツケースの中にはだいたいですね10着から15着程度の衣類を収納可能になっておりまして、で日数としましては4泊から7泊程度の旅行にぴったりのサイズとなっています。で通常だったら7泊程度の旅行に使用するスーツケースっていうのはお部屋の中で結構なスペースを取ってしまうかと思うんですけれども、この折りたたみ可能なスーツケースであればちょっとした隙間があれば収納ができるんですよね。そして今回はですね、特別にクーポンコードを発行していただきましたので、概要欄からぜひチェックをしてもらえたらと思います。あとはですね、季節アイテムなども折りたためるとすごく便利です。以前の IKEA 購入品動画でも紹介した折りたためるツリーなんですけれども、こちらはクリスマスシーズン以外は折りたたんでしまえるというところがとっても便利かなというふうに思っています。あとはこれも以前紹介したことがあるんですけれども、洗面所で使用している洗濯かごも折りたためるタイプを使用しています。で普段はですね、置きっぱなしでも素敵なデザインではあるんですけれども、来客があった時などにさっと折りたたんでしまえるのはすごくありがたいなというふうに感じています。続いては浮かす収納の活用になります。物をですね直置きするのではなくて、なるべく浮かすっていう工夫をですねするようにしています。これだけでお部屋の掃除は格段に楽になるんじゃないかなというふうに思っています。この浮かすという収納は特に水回りスペースにおすすめかなと思っています。まずキッチンスペースをご紹介したいんですけれども、こういった感じでよく使うせいろだったりとかざるは100円ショップで購入したマグネットフックで吊るすとすっきり収納できますし、使う時もすごく楽ちんです。そしてコンロ周りに極力ですね物を直置きしないようにしますと、毎日の掃除が本当に楽になります。あとは手を拭くタオルやキッチンペーパーなども扉の部分に浮かせて収納することで見た目もすっきりします。そして洗面所にも浮かせる工夫をしています。まず歯ブラシはマーナのスタンドで浮かせることで毎日の取り出しもすごく簡単ですし、洗面化粧台の掃除もとっても楽になります。見た目もすごくスッキリするので、個人的に本当に買ってよかったなっていうおすすめのアイテムになっております。そして隣に置いているのもマーナのスポンジになっておりまして、吸盤で浮かせておけるようになっています。これはですね、洗面化粧台のところを掃除するスポンジになるんですけれども、こういった感じで目につくところですが、シンプルな見た目ですのでインテリアを邪魔しませんし、何より気づいた時にささっと掃除ができるっていう利便性もとってもいいなというふうに思っています。
そして浴室もマグネットでくっつくタイプのラックを使用しておりまして、見た目の美しさも損なわないように収納をしています。あとはブラシや洗面器とか、あと水切りといったアイテムも全て浮かすものを使っていまして、こうすることでぬめり知らずの浴室になるんじゃないかなと思います。そして最後は隠す収納アイテムを活用するということです。どうしてもですね、生活感の出てしまうものはもう隠してしまうっていうのも一つの方法かなと思います。例えば箱やバスケットといったものを使ってアイテムごとにまとめておくと、見た目もすっきり整うんじゃないかなと思います。例えばよく使うもので生活感が出てしまいやすいものは、もう素敵なデザインのボックスに収納をするようにしています。あとはベッド下の隙間もうまく活用できるようにしています。以前も紹介したんですけれども、ザラホームで購入したベッドスカートを使っておりまして、でこれでベッド下が隠れるようになっていまして、でそこに使用頻度の低いアイテムだったりとか、あとは替えのシーツなども入れています。ここで意識しているのは、隠すアイテムについても生活感がなるべく出ないようなもの、あとは自分が見ていて素敵だなっていう風に感じるもので揃えることですね。はい、ということで今回はインテリア目線で考える収納アイデアをご紹介しました。すっきりとした空間で過ごす時間っていうのは気持ちまで整えてくれる気がします。はい。でご紹介した折りたためるスーツケースの詳細に関しましては、概要欄にリンクを載せていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。そしてインスタグラムでもインテリアの発信を行っておりますので、よかったら遊びに来てください。